藤井でございます。クロノス、もうね抜群に素晴らしいです。もうね大満足の、究極のワークステーションという感じなんですけど、今回はねこのクロノスに入ってる全部で9つの音源がね入ってるんだけど、そこのところを中心に、紹介してみたいなと思いますね。まず今紹介したピアノなんだけど、ここにね、アンチョコ出してますが、こういうのをね置くスペース的にもこういいね、なかなかね。今 SGX1 というピアノの音源なんだけども、これね本当に良い。今出してるのはクロノスジャーマングランドというね、ピアノなんだけど、ちょっと拡大してみますね。ボン、タッチビューですからね、いいわね。これジャーマンっていうぐらいですから、ドイツ製の、ピアノでございますね、グランドピアノで。これはね、資料を見る限り大容量シリコンディスク SSD の、ね、利点を最大限に利用した総容量4ギガバイトですよ。すごいね。でねループなし、ね、普通はループを取ってねこうね、容量を稼いだりするんだけど、全く音の最後の切れ目のところまでこれ全く最後までサンプリングした音それがもう多層にね、ちゃんとなってますから、という、ノンループのステレオサンプリングのピアノが入ってるんだけど、これ見て分かる通りね非常に凝ってるのがね、例えばグランドピアノの蓋、これ蓋今閉めますよ。これ開けますよ。きらびやかになってきますね。こういった音だとか、例えばねダンパーのレゾナンスとかリリースのねノイズだとか、ちょっとリリースノイズ上げてみますね。わかるかなこれね。例えば話した時のね、ヘッドホンの音量上げてもらうとよくわかるんだけど、カタッっていう音、メカのノイズ、こういう細かいものとかがね十分機能してるのがね本当に素晴らしいと思いますね。エル・メイズジャーマングランド、エル・メイズってライル・メイズのことだね。パッド・メイス2グループのそういうね有名な方々もちゃんとボイシングに参加してる。このリバーブがライル・メイズらしいね。この切れ際のリバーブが美しいわ、ね。次行ってみましょうか。もう一つねピアノ入ってるんだよ。クロノスジャパニーズグランド。さっきがジャーマングランドだったでしょ。ジャパニーズっていうぐらいですから日本製ですね。日本製らしいきらびやかな感じがねしっかり出てると思いますね。続いて EP1 いってみましょうか。 EP1 というのはですねエレクトリックピアノ音源、全部で6種類の名機があって、エレピというとね、ローズとかウィリッツァとかいろいろあるんだけど、例えばローズピアノだったらばいろんな年代ごとのいろんなピアノがあったりするんだけど、例えばもちろんそういうのもしっかり再現されてますね。例えば今出てるのがこれもう抜群にいいね。このね鍵盤がまた素晴らしい。今ね私は73鍵を使ってるんだけど、73鍵というとローズの73鍵と全く同じサイズなんでね。
で RH3 というね、鍵盤を使ってるんでもう抜群にいいですね。もちろん88鍵バージョンと、シンセ鍵盤の普通の鍵盤の60鍵バージョンがありますけど、今私が使っているのは73鍵ね。トレモロの具合もたまりませんね。LP はね完全に無段階、段階のないベロシティがもうスムースにつながる、完璧な LP の、シミュレーションの音源でございます。いくつかバリエーションがあるのでこれも聞いてみましょうかね。でね G デュークオールドファンキーマーク1ジョージ・デュークがガンガンに使っていたフェンダー・ローズのマーク1のシミュレートっていうことね。このコリコリ言うもうまさにジョージ・デュークだね。でこの強く叩いた時とここまでいってしまう。これはね今までなかったよ、はっきり言ってここまでいけるのは。でこれも画面を大きくするとこんな感じで、これおなじみの全く同じ画面だね。ビブラートオン。もう素晴らしく良いです。ハービーズバタフライ EP、 ハービーズってきたらハービーだからハービーハンコックだわなこれね。もう完璧にハービーハンコックだったわな。ジョージ・デュークのマーク1のフェイザー、当然フェイザーの、エフェクターが入ってます。素晴らしい、コーラスの入った、マーク1。エフェクターの質がねやっぱりすごいね。マーク1でロータリースピーカー。ね、もう抜群に。次マーク2。マーク2のローズで私も持ってましたけど、もう全く同じだね。素晴らしいです。マーク 2T フェーザーね。マーク2の T のフェーザーときたらリチャード T だわな。これはね軽音楽はあなたの世界ですね。マーク 5T コスター、トム・コスターね、サンタナのキーボードトム・コスター。これねリボンコントローラーでねリングモジュレーターがかかるの。これも楽しいね、マーク5のトレモロ。違い分かりますかね。素晴らしいね。次にねダイノマイというのはローズを改造した、メーカーがあって、それをシミュレートしたねよく、後期80年代後半ぐらいよく使ったのは90年代とかね。
コリコリした感じ。よくバラードのイントロとかにね使いましたね。こういうやつとかね、いろいろ使いましたね。次に、ローズと双璧をなしたですねウーリッツァーっていうのがありましたが、ウーリッツァーも完璧に再現されてるね。これもう素晴らしい。とかね。こういう音を使いましたが、あとはこの、ウーリッツァーも年代別にいろんな音がありますね。もうね、ほんと弾いてて楽しいですね。というようにね、ローズの音色もとウィリッツァの音色でカバーされた EP1 でございますね。もう一つとっておきの CX3 オルガンの音源ですね。トーンホイールオルガン音源、これはもう何たってこれは何たってこれでございますね。トーンホイール、これで使いますから、このスライダーね。下がベースになってます。これは本当に楽しいですね。トーンホイールもバリバリに使える。レスリーコントロールもバリバリ。 SGX1 ピアノ音源、そして EP1 の LP の音源、 CX3 の、オルガンの音源でございましたね。もうライブでバリバリでしょこれ。